僕はUSAID が潰れるというのは結構賛成派で、アベマプライムでも言ったんですけど、官僚組織というのが必要だよねというお題目のもとにお金を使い続けると、政府予算というのはどんどん大きくなっていくので、なので、一回ゼロにしようぜ。USAID みたいな6兆円みたいな大きいのがあると、やっぱりそこに影は必ずできちゃうんですよ。で、その影は悪いものじゃなくて、単にお小遣いチャリンチャリンかもしれないし、公金チューチューかもしれないんだけど、でもこれを減らすってなかなか難しいんですよ。やっぱ日本も政府予算どんどん大きくなってるので、なので一回ゼロにしますっていうので、本当に必要かどうかっていうのが、本当に必要だったらトラブルが起こるから、そのトラブルが起きた時に、じゃあ支出します。そうじゃないんだったらもうなくしますっていう、一回まっさらにするというのはやっぱり必要なんだと思うんですよね。そうじゃないと政府予算を小さくすることはできないっていうのがあるので、なので USAID だったりとか CIA をなくすっていうのは、いやいや、それはすげえなと思うんだけど、でもやっぱりそこのそのコストを安くするというのをやるのはそれしかやりようがないよねってのがあって、で、僕はそこはイーロン・マスクの成果だと思ったんですよね。イーロン・マスクっていろんな会社をやって、もちろん成功してる会社ばっかりじゃなくて、会社潰れそうになったりとか、借金めちゃめちゃ負ったりとかっていうのがあって、で、コストを減らすとか、リストラとか、X でもリストラしてますけど、リストラってあなたの部門の中から無駄を減らしてください。あなたの部門の中からいらない人のリストを出してくださいっつって出てくるわけないんですよ。人間なんで自分の部下は切りたくないじゃないですか。この人クビにしたら結婚したばっかりで大変だよねとか、子供生まれたばっかりで大変だよねとか、やっぱりその人間としての事情というのを考えてしまうので、スタッフを切るはやっぱりできないんですよ。自分の部門がありますってので、じゃあ東芝という会社で原子力発電所部門やってますとして、原子力発電所でじゃあ原子力学科卒業して東芝という会社に勤めていて、俺の部門いらないっす、全員クビにしていいっすって言うわけないんですよ。原子力は大事です。日本では今こんな状況ですけど、世界では必ず必要になりますから、原子力部門というのはこういう形で残すのが必要ですって絶対なっちゃうんですよ。なので、そこで働いてる人たちに聞いて、どうやってやらせたらいいのっていうのは無理なんですよね。たまたま見たニュースで、Twitter Japan の人が、Twitter がリストラされるときに、社長だった人がイーロン・マスクに歯向かって、人を減らすなんかできないみたいなこと言ったら、じゃあお前から切るわって言われて、その人がその日のうちにクビになったっていうニュースがあったんですけど、で、僕はそれはイーロン・マスクは正しいと思ってて、やっぱ人は減らすべきではないよねとか、自分がやってる仕事は意味があるよねって絶対言うんですよ。なので、もうこれはゼロにします。全員クビにします。で、本当に困ったところだけやり直します。新しく人を雇うのか、雇い直すのかというようなやり方ありますけど、っていう形にしないとならんよねっていうのがあるので、やっぱり森は必ず影ができるんですよね。なので、なんとかピアだっけ、厚生年金、社会保険料ずっと上がっていて、年金って払い続けるの難しいよねって言われてるんですけど、厚生年金を使って、なぜか厚生労働省の保養施設を大量に作るっていうのを、昔の自民党政権はやったんですよ。グリーンピアだ。で、グリーンピアっていう名前で、それが結局、これ年金で作る必要なくねっていうのになって、全部売っ払ったんですけど、そういうことやるんですよ。で、これもグリーンピアっていうのを作って、そこの運営とかも厚生労働省の偉い人たちが天下り団体を作って、そこのグリーンピアの役員報酬とかもらって、運営費用とかもらってっていうので、公金チューチューしてたんですよ。で、やっぱりね、そこって政権交代とかしないと変わらないんですよね。一応全部売っ払って、小田原にあったグリーンピアはヒルトンホテルが買ったりとかやってるんですけど、っていう感じで、やっぱりその大きな森というのは必ず影ができるので、定期的にやっぱりそこを一回こうまっさらにするというのは必要なんじゃないかなと思っていて、で、僕は蓮舫さんの2位じゃダメなんですかっていうのは結構未だに正しいと思ってる派なんですよ。富岳っていうスーパーコンピューターが世界一を目指します。世界一じゃなきゃダメなんです。2位じゃダメなんですって言ってたんですけど、もう今ね、計算の仕方によるんですけど、6位とか9位なんですよ。じゃあ、6位とか9位だったけど、ダメなの？2位じゃダメなんですって言ったら、今の6位とか9位は、富岳は完全に無意味ですよって話になっちゃうじゃないですか。でも、6位とか9位でも別にちゃんと計算してればいいんですよ。スーパーコンピューターって何に使いますかっていうと、いかにコストが安く計算ができるかどうかという話なんですよ。で、その計算コストが Google みたいに普通に買ってくるパソコンをひたすら横並びして計算するのもいいし、じゃあ独自のスーパーコンピューターを作って計算するのもいいし、必要な計算をできるだけ安くやってくれるものというのが技術立国にとって必要だよねっていう話で、富岳が Google みたいにグラフィックボード大量に投げますとか、サーバー大量に投げますとかより安いんだったらいいんですよ。じゃあそれより安いんだったら富岳を2台作ります。なぜなら安いから。他の1位のコンピューターよりも安く作れ
れるから、1台あたりのコンピューターの性能は低いけど、これを何台も並べたら安くなるから、うちは計算量あたりのコストを安くします。だからその研究をするのは必要ですっていうのであれば全然いいんですけど、なぜか2位じゃダメなんですって言っちゃったんですよね。僕はあれは安くするために必要ですとか、アメリカのやり方じゃなくてベクトル式という形で技術を研究することによって、ひょっとしたらアメリカが行き詰まった時に富士通が作るベクトル式が新たな計算コストの安い形になるかもしれないから必要ですよっていうので言ってくれるんだったら、それは必要だよねってなるかもしれないのに、それを言わなかったっていうので、なんとなく技術立国なんだから1位じゃなきゃいけないよね、1位になるんだったらいくらでも使ってもいいよねっていう戦艦大和みたいな話になっちゃうのは僕良くないと思うんですよ。もちろん何の計算をするかっていうので、環境問題とか地球シミュレーターとか、じゃあいろんな研究をするので必要な研究に計算能力を割り当てなきゃいけないっていうのは別の話なんですけど、ただ日本の中で計算能力を作って、その計算能力というのを大学だったり研究所だったりっていうのがちゃんと使えるようにしなきゃいけないよねっていう話です。はい、コスパの問題にするという形にしなきゃいけないので、事業仕分けみたいなものは一定必要なんですよ。なので僕は蓮舫さんが言っていた2位じゃダメなんですかっていう形で、富岳が1位取れなかった時に何が目的にするんですか、じゃあコスパを安い方にしますとかっていうのでいけばいいのに、そうじゃなくても2位じゃダメだっていうのをずっと押し続けるっていう、あれはどうかなと思ってるんですよ。僕は基本的に事業仕分けというのは賛成なんですけど、もう今事業仕分けをやるみたいな話にあんまなんないですよね。そうなんですよ。別に予算のプロセッサー流用でいいんですよ。今スーパーコンピューターを各国が作るという流れにもうなってなくて、普通の PC をひたすら並べて計算量を増やした方がいいよねっていう形で処理してるんですよね。スパコンをなんか国の予算で頑張って作りますという時代じゃなくなりました。で、逆に今だと CPU じゃなくて AI 用の GPU を買った方がいいよねっていうので、NVIDIA の GPU を1兆円かけて買いますみたいなのをマイクロソフトとか Google とか Amazon とかがやってる、テスラとかがやってるっていう感じだったりするので、なのでどういった形で計算量をどれだけ安く確保できるかという競争になってるので、世界の1位を狙うっていう方向ではないので、そこら辺なんかちゃんときちんと実態としてスーパーコンピューターを使ってる人たちが、いやコスパですよっていう話をしてくれればよかったんですけど、あんまそうならなかったっていうのがちょっと事業仕分けとしてもったいないのと、で未だに僕は蓮舫さんがあれで叩かれてるのは間違いなんじゃないかなと思っていて、なので蓮舫さんはいい仕事もしてるんです。東京都知事選の時に変なポスター貼り付けちゃって自分の責任じゃないよって言ってみるとか、やらかしはあるんですけど、人っていい面もあれば悪い面もあるということだと思うんですよ。令和の山本太郎さんが今は道が混雑してるから来るなって言った時に来ちゃうは良くないんですよ。でもその後ボランティアで行くとこは正しいんですよ。で未だに能登にちゃんと行って、じゃあ能登の現状こうだよって言ってたりするのはやっぱり山本太郎さんにはやんないですよね。自民党の政治家が総裁選の時に能登のことを気にしてますとかって総裁選の時だけ言って、その後誰も言ってないでしょ。僕が知る限り言ってる？総裁選でなんか4人ぐらい自民党の人能登行ったよね。能登の復興は大事なんだって言ってるけどさ、その後1回も言ってないじゃん。で自民党の総裁選の前も言ってないでしょ。確かに山本太郎さんね、もう4回とか5回とか結構言ってるんですよね。そう考えると一番最初山本太郎さんはやらかしたかもしれないけど、でもその後能登の現状はこうですよっていうのを国政政党の党首としてちゃんと伝えてる人というのは山本太郎さんなので、やってますアピールの人に比べれば山本太郎さんはちゃんとやってるよねという、女優の方が言ってるっていうね。利用するのは好きに利用すればいいじゃんっていうのもあるんですけど、人というのは全てが正しいわけでもなくて、間違いもするし正しいこともするっていうことだったりするので、なので僕は蓮舫さんを評価してる部分もありますし、どうかなと思ってる部分もあるっていうです。はい、結局その神ではないので全ての行動が正しいとかありえないんですよ。でもなんか今時その1個の間違いをしたらこの人はもう完全アウトだよねみたいなのでキャンセルしてしまう文化があるんですけど、僕はそれは逆に一般の人たちの首を絞めるんじゃないかな、普通の人の首を絞めるんじゃないかなと思ってて、全てのことに間違いをしないはできないので、そうすると何も言わないでニヤニヤしてるだけの人がずっと生き残るんですよ。何か物事を変えないと社会は良くならないんですよね、日本は。今まで通り自民党と公明党が言ってることにしちゃったら大変なことになるよねっていうのはもう割と多くの人に分かってもらえてると思うんですけど、でも政治家に文句を言わないでニヤニヤしてずっと税金を払ってるというのを続けると、もっと日本は悪くなるんですけど、日本悪くなるんでもいいんならいいんだけど何かを変えようとすると、もちろん変えるということはうまくいかないこともあったりするので、なので失敗をする可能性があって、で失敗したんだからもうやっぱりやらない方がいいよねというのではなく、失敗の中で成功するのを探すというのをやらないといけないんじゃないかなというふうには思うんですけども、いやーでもね、日本人ってね、一個の間違いでね全てを否定するをねやる人結構多いんですよ。
アメリカ人がなんでトランプ大統領を登用したかっていうと、日本人とかでトランプ大統領がここで有罪になったじゃないかとか、詐欺で今捜査されてるじゃないかとかっていうのあるんですけど、合しても詐欺をしたとしても、でも今のアメリカの硬直した政治の状況を変えられる人はトランプしかいないよねというふうにアメリカ人の多数の有権者は信じたんですよ。日本の場合だと何にもしない人が何もしてないけど悪いこともしないから、じゃあこの人でいいんじゃない、じゃあ自民党の人でいいんじゃないみたいになるんですけど、でもこのままだとどうしようもない。癖野郎だけど、でも他の人がやらないかもしれないことをやってくれる人はトランプさんしかいないよねという人の信じ方なんですよ。トランプ氏がまともで真面目な人だと思いますかって聞いたら、多分アメリカの人の過半数はまともでもないし真面目でもないって答えると思うんですけど、でもアメリカの大統領としてアメリカを良くする可能性があるのはカマラさんかトランプ氏かって考えたら、トランプ氏であるというふうに判断した人が多かったという話なんですよね。いい人で真面目な人が必ず良くて、何にもしない人でもきっとその人がいいよねという日本の考え方というのが、もうこうなった以上あんまり正しくないんじゃないの。むしろその変わった人にやらせるっていう。例えばフランスってマクロン大統領っていうおじさんがやってるんですけど、マクロンさん大統領になった時に政治家経験なかったんですよ。政治家として選挙に出て勝ったことが一度もない民間の大臣だったんですよ。坂井太一さんとかも民間大臣なんですけど、政治家じゃなくても大臣をやるっていうのが一応日本でもそういう仕組みがあるんですけど、竹中平蔵さんもそうかっていう感じで、デジタル経済担当としてマクロンさんっていうのが民間大臣としてやらせていて、これからはデジタルの時代だよね、やっぱ経済ちゃんと伸ばした方がいいよねっていうので、右でも左でもなくて地に足ついた中道でやるというのを選挙に出たこともないマクロンさんが言い出して、フランス人はじゃあマクロンに任せてみようかっていうのでマクロン大統領になったんですよ。で2期目も何年間か大統領をやってて、いろいろ文句は言われてるけど他の候補よりはマシだよねっていう形で2期目をやっているという状態なんですよね。なのでその政治家経験のない人に任せるという時代に他の国はなりつつあるんですよね。やっぱり日本って政治家経験ある人に任せた結果、ずっとこの低たらくだよねというのがあったりするので、一回の失敗で人を否定するというのではなく、清廉潔白でもない人でもやらせてみるという方向の方がいいんじゃないかなというふうに他の国は言ってるんですけど、日本はいつまでそのままなのかなというふうに思ってたりします。いやーね、僕ね、竹中平蔵さんバッシングどうかと思うんですよ。竹中平蔵さんが言ったのは、派遣をやるのとお金のない人に対する支援の両方やろうっていう話をしたら、その時の自民党政権が派遣だけを通したんですよ。でその後派遣をずっと維持してるのも自民党政権なんですよ。竹中さんが大臣やってたのって数年間で、その後の行為は全て自民党政権のせいなんですけど、もう20年以上経ってるよね、竹中さんが大臣やったから。頭のある人って未だに派遣を竹中平蔵のせいだって言ってるんです。違います。自民党と公明党のせいです。派遣を違法にするっていうのをやろうと思えば、自民党と公明党は過半数を持ってるので派遣違法に戻せるんですよ。でもそれを戻さずに竹中平蔵のせいだよねっていうのをほっといているっていうのが自民党と公明党なんですよ。なので今起きてる出来事の誰が悪いのっていうのは、最初に言い出した人じゃないです。今の政治家が悪いです。今の政治家が物事を変えられるにもかかわらず、それをほっといて今の政治家を責めずに竹中平蔵大が悪いんだよねって言って、よしよし分かった、じゃあ竹中平蔵が 100% 悪いとしましょう。で今どうするの？竹中平蔵のせいで派遣が増えて大変になった。それが正しかったとしよう。で、今どうするの？例えばじゃあ竹中平蔵が悪いって言って、みんなで竹中平蔵をしました。これ社会良くなりますか？派遣が未だに続くのは変わんないよね。なので派遣が続くというのを変えたいのであれば、やるべきことは竹中平蔵が悪いではなく、自民党と公明党に派遣というのを違法にしようという活動をするべきなんですよ。いやだからこれで小学校の社会の授業をやったら多分分かるはずなんだけど、みんな中学卒業してないの。過去の人が何言ったかとか関係なくて、国会というのが開かれていて、国会で法律を決めるんですよ。で国会の法律を決める人たちは日本の国会議員の人たちなので、今の国会議員たちの票で日本は変わります。なので過去がどうではなく、もし今の日本に不満があるのであれば、今の国会議員に文句を言って今の国会議員を変えるべきです。はい。中学とかでやってるはずなんだけどね、みんなね中学卒業してないのかもしれないですね。まあでもね、ツイッター日本語読めない人もいっぱいいますから。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。